不動産屋さんの怪談です。これは今から17年ほど前、熊本県にお住まいの佐藤さんがまだ20代の頃に体験したお話です。佐藤さんは若い頃は心霊スポット巡りが大好きで、地元の九州地方の心霊スポットはほぼクリアしてしまったくらいでした。そこで一段落つき、佐藤さんが次の心霊スポット巡りまで小休止していた頃でした。それは11月下旬頃、ちょうど忘年会シーズンが始まった時期でした。その日は2軒の飲み会があったそうです。佐藤さんは1軒の飲み会を終えて、次の2軒目のお店に向かうことにしました。そこで熊本の夜の街をゆっくりと一人で歩いていました。そしてその歩いている最中、佐藤さんは携帯で友人と話していたそうです。すると途中にビルとビルの間の細い路地があり、佐藤さんがその路地に入った時でした。突然携帯におかしなノイズが入ってきたそうです。そこで佐藤さんは立ち止まりました。あれ？もしもし？そう言っても奇妙な雑音だけで、携帯はすぐ切れてしまいました。なんだ、切れちゃったと思った佐藤さんは、ちょうど路地に入ったところだったので、タバコでも一服しようと思いました。そこでライターでタバコに火をつけ、その場で立ち止まって吸い始めたそうです。すると路地の中の佐藤さんのちょうど左側に女性がいるのに気がつきました。佐藤さんはタバコを吸いながら何気なくその女性を見たそうです。女性は花柄のワンピースを着ていたそうで、髪は長い黒髪で、足元を見るとなぜか素足でした。そして佐藤さんには背中を向けて路地のビルの壁に向かって立っていたそうです。ですから女性の顔は見えませんでしたが、変なところに素足で立っているので妙に感じました。ただ時間はまだ8時半で、街にはたくさんの人通りもありました。ですから佐藤さんは、ああ、この女性ただの酔っ払いだなと思い、特に気にしませんでした。そしてタバコも吸い終わり、佐藤さんはまた2軒目のお店に向かって歩き始めたそうです。佐藤さんは若い頃夜の街でずっと働いていたので、この周辺の道を間違えることはありません。お酒もたしなむ程度だそうです。ところが間違いなく2軒目の道順を歩いていたのですが、しばらくするとまたさっきの女性のところに来てしまったのです。たった今さっきタバコを吸った同じ路地でした。一体どうしてここに戻ってきたのか、佐藤さんは不可解でした。そしてその女性はさっきと同じようにじっとビルの壁に向かって立っていました。ということはもう10分ぐらいそうやって立っていたことになるので、佐藤さんはこの女性は何をやっているんだと不思議に思いました。そこで佐藤さんはまたその場でタバコを吸い始め、気になったその女性をさりげなく観察しました。するとよくよく考えてみたら、彼女の服装が11月の肌寒い季節なのにノースリーブで素足なことでした。そして人通りが多いにもかかわらず、どうやら誰もその女性の存在に気がついていないようなのです。その時その場の空気が何かおかしかったようです。佐藤さんはなぜかふとその女性に話しかけようと思ったそうなんです。わずかに酔っていたから気が大きくなっていたのかもしれませんが、佐藤さんはまるで女性に引き寄せられたかのように近づいていきました。そして彼女の肩を叩こうと、手があと数センチで肩に触れるところで、突然ものすごい勢いで佐藤さんの全身に鳥肌が立ったそうです。その瞬間佐藤さんは一気に酔いが覚め、この女性はこの世のものではないとついに分かりました。佐藤さんはすぐにその場から走って逃げたそうです。後にも先にも佐藤さんは
幽霊を生身の人間と勘違いするほどはっきり見えたのはこの時だけだったといいます。今から思うと、あの時佐藤さんはその女性の霊に呼ばれたと感じるそうです。明らかに不自然な服装で周りも気づいていない怪しい女性に声をかけようと思うこと自体が霊障の始まりだったのかもしれません。今でもこの話をすると、その程度は小さくても佐藤さんに必ず怪奇現象らしきことが起きるそうです。そして佐藤さんはこの日を境に心霊スポットに行くのはやめたということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンお願いします。